これがサクサク&ネバネバの新食感です。こんにちは、中谷です。今回はサクサク&ネバネバが癖になる納豆春巻きを作っていきたいと思います。はい、今回使う材料はですね、納豆一応とりあえずね3パック用意しているんですけども、春巻きの皮がね、10枚入りなんですよ。で、春巻きの皮がね、ダメ残しとくとダメになっちゃうことがあるので、もうこの10枚をね全部使っちゃおうかなと思っております。それから、とろけるチーズ、大葉と、あとごま油、これを使っていきたいと思います。材料の量に関しましては、このね春巻きの皮の枚数にね依存されるので、今回ねちょっともしかしたら足んないかもしれないんですよね。ですから足んない分はちょっとね追加してね作っていこうと思っております。はい、それじゃあね早速開始していきたいと思います。まずね納豆を用意します。納豆はね普通にこの3個パックの入っている納豆を買ってきました。これを使います。これを普通に開けて納豆としてね作っていきます。はい、開けて一旦ねこの入れ物というかねこの中に入れます。もうまとめちゃいます。はい、はい、よいしょ。一応計算では自分のその持ってる計算では、こうバック分春巻きの皮その10枚分あるんで、だいたいそのあれですねパック1個で2枚分の春巻きの皮をね多分使うんじゃないかなっていうふうに計算しております。はい、ちょっとね練習の時にはねちょっと納豆が足んなくってちょっと春巻きできたまあいい感じで作れたことは作れたんですけども、ちょっとね中身がちょっと少ない感じになってしまったので、今回多めにちょっとね具材というかね用意したいと思います。開けるだけでも結構大変はい、これをね、もうかき混ぜていきます。普通に納豆をね、作ると同じ感じにします。はい、まあいいや、こんなもんで大丈夫でしょう。はい、はい、納豆を用意できました。次にですね大葉を用意します。で大葉を使うんですけども、この大葉のねここ根元のとこちょっと硬いので、ここは切り落としてあげます。こうやってこういう感じでね切り落としてあげます。はい、大葉のね根元の部分を切り落とすことができました。はい、ではね春巻きの皮、これね今これ1枚こういう風に広げたんですけど、春巻きの皮ね実はこうやってくっついてます。こうやってねこういう風にくっついてるので、優しくこうやってね剥がしてあげるような感じになります。ほらこんな感じね。そうこれ今2枚ついてるんじゃないかな。これなかなかね面白いで、はい、こんな感じね。こういう感じで、ね、くっついてます。優しくこうやって剥がしてあげてください。はい、でそれで今回なんでこんだけ量が多いかというと、春巻きの皮保存するのがちょっと大変そうなので、もう全部使っちゃいます。春巻きの皮ね10枚ねこうやってね1枚ずつこうやって剥がしてあげます。こうやって、で今湿り気があるから大丈夫なんですけど、ちょっと冷蔵庫とかで保管してて保存方法でねちょっと乾燥とかしちゃうともうパリッパリになっちゃってもう使い物にならなくなっちゃいます。
ですからね、なんか保存方法とかネットでこう出てることは出てるんですけど、今回はもう全部ね、使っちゃうことにします。そのためにね、納豆こんだけいっぱい用意しました。はい、ということでね、春巻きの皮ね、みんな1枚ずつにすることができました。はい、次にね、この春巻きの皮1枚こう広げまして、先ほど切った大葉ですね。大葉を、ここがいいかな。はい、大葉を1枚入れます。それで、ここに納豆を乗っけてあげます。そう。よくね、その春巻きを作るときにね、その具をいっぱい乗っけちゃうと、なんかはみ出てダメだとか、なんか切れちゃってダメとか、なんかいろいろあるんですけど、結構ね、多めに入れます。多めに入れないと多めに入れないとちょっとね、見栄えがちょっとしょぼい感じになるんで、はい。はい、それからね、チーズ、ね、とろけるチーズ、ここにね、乗っけてあげます。こういう感じで。はい、乗っけてあげます。どのぐらいでいいのかな。そう。はい。乗っけてあげて、さらに、大葉をね、もう一枚、挟むような感じでね、乗っけてあげます。このぐらいしないと、ちょっとね、春巻きとしてしょぼいね、出来具合になっちゃうんで、はい。ちょっと大きいね、多いですけど、これで一回こう割って、こういう感じで、蓋をしていきます。普通にね、なんかこう、畳むっていうか、こういう感じですね。はい。ね、最後ここにね、お水をこう割ってつけてあげます。はい。これね、なんかね、小麦粉、ね、水で溶いた小麦粉とかやるといいっていうのも、そういう風に書いてあるところもあるんですけど、多分水で大丈夫だと思います。はい。こうやってね、作っていきます。はい。こうですね。はい。ちょっといびつですけどね、巻き終わりました。ちょうどね、10個になりますね。で、ちょっと大葉が足んないんでね、2個だけ大葉の入ってないやつがありますけども、これでね、焼いていきたいと思います。はい。はい、焼いていくって今言いましたけども、今回の春巻きは油で揚げません。普通にね、焼いて、作っていきたいと思います。フライパンを用意します。でフライパンに大さじ1のごま油を入れます。はい。で、それで火を入れます。多分ね、春巻きというと、普通に油の中こうやって揚げていくものだと思うんですけども、油をいっぱい使って揚げるということをやると大変なことになるという過去の経験があるので、焼いていくというようなね、そういう方法を取りたいと思います。どうかな？温まった？まあ大丈夫ですよ。じいじ言ってるから良さそうですね。で、それでは、こうね、投入していきます。それに入っていきましょう。はい。よし。3個ぐらいでいいかな。もうちょっと。もうちょっとな。もっと入れちゃえ。5個ずつ焼いていくことにしましょう。はい。で、油がね、少ないので、いろいろ、こうやってね、染み込ませながら焼いていく感じになります。こういう感じかな。はい。だいぶ吸い込みましたね。もう中に入っている具材というのは、別に生でも食べられるものなので、はい。周りに焦げ色がつくような、焼いていくような感じになります。形が随分ね、あれですけど、はい。なんかね、チーズがね、入ってるんでね、チーズが溶けるようなぐらいでいいのかなっていうのと、周りの春巻きの皮がね、やっぱり火取った方がいいと思うんで、ちょっとね、時間かかりますけどね、じっくりと焼いていきます。ちょっとね、弱めの中火っていう感じですかね。はい、
だいたい火が通ったと思うので、揚げていきたいと思います。はい。まずね、半分5個ね。この辺からかな。よいしょ。おお、ほら、チーズがいい感じですよ。よいしょ。あららら。はい。よし、じゃあこれね、さっきのところに、先ほどのところに。よいしょ。やっぱだいぶすごい量になっちゃったね。はい。はい。ではね、切っていきたいと思います。これね。こういう感じで切るかな。こう斜めにね、こうやって切るといい感じじゃないかな。はい。どうですか？こういう感じですよ。はい。切り終わりました。納豆春巻き完成です。はい。ではね、早速食べていきたいと思います。それでは、いただきます。お酒も用意しました。はい。はい。食べるのね、ポン酢がね、いいと思います。ポン酢をかけます。はい。ポン酢をかけて、ちょっとね、量がすごい量なんで、ちょっと食べきれるかどうかな。はい。ちょっとずつ食べていきます。はい。こういう感じですね。こういう感じ。いただきます。うん。うまっ。うん。ああ、美味しい。うん。はい。これね、なかなか美味しいです。はい。うん。でもね、春巻きの皮も、揚げてなかったんで、どうかなと思ってたんですけど、ちゃんとね、春巻きの皮ね、パリパリになってます。うん。で、あとね、納豆の味なんですけども、タレとからしを入れたじゃないですか。で、それだとね、やっぱりちょっとパンチが足りないんで、やっぱりね、ポン酢がね、必要だと思います。はい。うん。うん。ね、こうやってちょっと今更ながらちょっと僕思うんですけど、納豆とチーズってね、実はね、すごい相性いいんじゃないのかなと思うんですよね。うん。それとあとね、大葉。うん。大葉がね、ほんのりとね、その風味がね、出ててね、なんかね、いいね、感じなんですよ。うん。美味しいです。うん。お酒に合うと思います。お酒、僕、今ね、家に日本酒しかないんで、ちょっと無理してこうやって続いてるんですけど、ビールとかね、そういうの飲みながらでもいいんじゃないのかなと思います。うん。でね、その春巻きの皮のちょっとね、保存方法がちょっとわかんなかったんで、頑張ってね、いっぱい作っちゃったんですけども、まあ、保存、どうなんだ、何人かでね、食べればいいんじゃないのかなと思います。美味しい。うん、ちょっとね、冷えてきちゃったんで、チーズがちょっとあんま伸びないですけど、うん。うん。十分美味しいと思います。うん。これね、食べてみないとわかんないんですよね。味。とりあえず僕はポン酢でいいかなと思うんですけど、もしかね、他にいい調味料とかってあるんだったら、ちょっとね、研究してみてください。ちょっとね、焼く時間長かったですけども、まあまあね、これね、美味しいです。簡単だし、お安く作れると思います。はい。あとはね、やっぱ納豆だから、口の中が粘るから、なんだろう。やっぱ飲み物は、やっぱ炭酸系がいいのかな。やっぱビールとか、サバとか、そういうのがいいのかもしれないですね。ちょっとね、うちにはちょっとお酒しかなかったんでね、お酒飲んでますけど、これでもね、十分ね、合います。あとね、大葉がちょっと足んなくて、あららら、何個かね、納豆とチーズだけっていうのがあるんですけど、まあ、これはこれで大丈夫です。はい、今回は納豆春巻きっていうのを作ってみました。使った材料は納豆と大葉ととろけるチーズと、それから春巻きの皮、それだけです。で、春巻きの皮というのが大体ね、僕ちょっとねスーパーこう見たんですけども、10枚入りっていうのがね、大体10枚ほとんどだと思うんですよ。でそうすると 10枚の春巻き
ね、その皮をちょっと保存方法がちょっとよくわからなくて、で前回ちょっとね練習した時に残った分がみんなパリパリになっちゃって使い物にならなかったんですよ。今回はちょっと中に入れる具材をちょっとすごい多めにして、で春巻きのね皮をね全部使ってみました。はい、だいぶすごいボリュームになっちゃうんですけども、でもねなかなか美味しいんじゃないかなと思います。揚げるとねやっぱり油いっぱい使うんですけども、そのごま油ね、敷いてそれで焼くという形でも十分ねパリパリになってると思います。ちょっと見た目はねやっぱりその普通に揚げ物っていう感じでやるよりかもねちょっとそんなに綺麗ではないんですけども、しっかりとねパリパリとなってますね。ほら、パリパリになってます。ということでね、焼く時間はそれなりにやっぱ時間かかるんですけども、作り方としては簡単なのでぜひ試してみてください。それからね、僕はポン酢がいいと思ったんですけども、他になんかねいい調味料とかね気がついた人がいればちょっとねコメント欄とか入れてくれると、嬉しいです。はい、それではね、今回は納豆春巻きをね作ってみました。ぜひお試しください。ではね、また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。はい、バイバイ。美味しいです。やば、お酒も飲んじゃった。